やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ある意味このチャンネルの存在意義、なんか新しく出てきた低価格ブランドだ。素性、事情が一切謎の、新ブランド、ラフティアー、LE と訳されたロゴを持ち、ハイブリッド型と、そのハイブリッド型に利用されているだろう、ダイナミックドライバー一発のイヤホンを立て続けに発売したブランドだな。現在確認できている機種は8種類。そのうち、アリエクスプレスに先に登録されていた3台が我が家にやってきている、10ミリクラスのサイズのダイナミックドライバーを持っていて、金属製のフェイスプレートと樹脂製のケースを持つなどなど、KZ 系に近い共通点を持つな。付属ケーブルの質感もまさしく KZ っぽい。最近、低価格マルチドライバーは果たして全部なってるのかという議論があったり、なんとなくグレーなイメージがついてしまった低価格ハイブリッドだけど、それについては僕は最終的な音を楽しんでるのでどうこう言うつもりはないんだけど、そんなことを吹き飛ばす、ラフティアーの解説文の真っ黒っぷり、カーボン系素材のダイナミックドライバーにベリリウムをぶっかけたと豪語する10ミリドライバーと、実際には 3BA1 ダイナミックドライバーなのに、左右2つの合計の 6BA2 ダイナミックドライバー表記をかます嘘は言っていない戦法。しまいにはフラグシップが4000円以下なのに2万のイヤホンより上質な洗剤を使ってると豪語するケーブル。嘘もこれくらい勢いがあると逆に気持ちがいいわ。こういうのだよ。中華イヤホンって本来こういうのなんだよ。少なくとも2010年代の中盤くらいまではこの始末だったよ。気を取り直して。そんなわけで、もう最初から騙されたやつだけ買え、と言わんばかりの圧倒的うさんくささを発するやべえやつ、ラフティアー。なんかセンファーみたいな枠に入りそうな感じもするんだけど、妙にデザインは良い。今回紹介するのは、そんなラフティアーの中でもベーシックな位置づけになるだろう、1ダイナミックドライバーモデル、LE1 にチャレンジしてみるぞ。ハウジングの形状、設計、組み立てはちゃんとしている。よくシェイプされた耳掛け型だけど、その分耳に引っ掛ける角が突き出しているので、人によっては抵抗があるかも。僕にとってはかなりフィット感のいい1台だ。低価格市場ではおなじみになりつつある、1ダイナミックドライバー、QBC 型の2ピン端子によるリケーブル、ラフティアーが KZTRN 系と異なるところは、最近は金属系のメッシュ、もしくは金属板を打ち抜いたダストフィルターを持つ KZTRN 系に対し、ラフティアーのモデルはどれもおそらく石油樹脂系のメッシュフィルターを有すること。このため、フィルター越しに内部を観察することができる。形状やフィルターなどはラフティアー独特のものだけど、このドライバー配置は KZ やメジャーなブランドで親の顔より見たものだ。かなりしっかりと作られているので、海外向けには別ブランドで発売するつもりなのか、あるいは、中国国内向けにターゲットされた、かなり気合の入ったブランドなのかもしれない。説明文も悪い意味で気合入っちゃってたけどな。LE1 はその名の通り、1台のダイナミックドライバーを搭載したモデル。ラフティアーはある程度ハウジングを強要するつもりのようで、今回の LE1 と同時に、LF という型番が存在してた。LF シリーズのモデルは、両方とも同じ形状なので、ドライバー数や世代がわかりやすいラインナップになりそうだ。頼むから KZ みたいに気まぐれでモデル型番を増やすなよ。イヤーピースもプリン型で、他のモデルについてきてたことは記憶の限りないな。ケーブルは KZ 系のものに近いけど、プラグ部分が肩張っていたりと、ちょっと違う形状のものが使用されてる。ケーブルマネージャーはないけど、それほどタッチノイズが問題になる太さじゃなかったな。というわけで、面白さの塊みたいな1台。ここから先は参考にならないんだけど、自称されているスペックについて見ていこうか。あ、そうそう、その前に、箱はちょっと大きめの、独自のデザインのものが使用されていたんだけど、あいにくとシュリンクなし、かつ、イヤホンの保護材以外の外箱が薄め、という、外箱が完全に捨て駒になっている設計だったので、届いた時には無残なことになってた。なので、本体の画像だけで勘弁してくれ。商品ページに箱は載ってるはずだ。気を取り直して、スペックについて、20磁気回路を採用した、低音側の強調が得意な1ダイナミックドライバーだ。これは低価格で幅広く使われている仕様、と思いきや、ダブルマグネットとしか書いてないので、単純に磁石を2個積んだから2倍強いぞ、という売り文句なのかもしれない。多分デュアルマグネティックサーキットだ。ドライバーの厚みからしても、20磁気っぽい。そして、DLC ダイヤモンドベリリウムプレイテッドコンポジットダイヤフラム、欲張りさんすぎるだろ。可能な限り好意的に解釈すると、DLC はダイヤモンドライクカーボンの役、そして、ベリリウムもコーティングしてるときた、エリアごとにコーティングしてる、と解釈することもできるが、1000円台のイヤホンでそれを実現した、というのはちょっと聞いたことがない。実現してるとしたらそれは恐ろしい1台だけど、そこが音質に直結するわけでもない、な。ス
スペックが話半分以下で聞くべきイヤホンだってことがわかるだろ？多分、コンポジットダイヤフラムだけ、ギリギリありえそう。くらいの感想になったな。そんな怪しい売り文句、でも、きちんと作られている、そんなアンバランスな商品、ラフィットや LE1、音質の方はどうなっているんだろうか。最近はちょうど、KZ とか TRN などのマルチドライバメーカーが、本腰を入れて1ダイナミックドライバ低価格機を販売しているんだけど、それらと比べても、わかりやすく楽しい音、という路線で、LE1 は十分に同じ土俵に上がれる。いや、人によってはこっちの方が良い、と感じるかもしれない。KZ 系のモデルは、今度出てくる EDA や、先日発売された CRA のような、新振動板を採用し、高音域に敏感になるモデル以前は、割とウォーム傾向に偏ったモデルが多く、ハイブリッド型から BA 抜いちゃいました。な印象が強かったんだが、ラフティア LE1 は、1ダイナミックドライバでも高音域の抜けの良さなどが担保されてるな。機械バランスは、TRN-MT1 だけど、そちらよりも開放感が強く、ハイブリッド前提のドライバーを1ダイナミックドライバに積んだんだな、という印象はない。ちなみに、先にハイブリッド版の LF シリーズも聞いてるんだけど、むしろそっちは BA がやりたい放題する、フルの低価格ハイブリッドみたいなバランスだった。もちろん、ただの古臭いハイブリッドじゃなかったが、話を1ダイナミックドライバの LE1 に戻そう。LE1 は1ダイナミックドライバながら、非常に優れたバランスを持っている。特に、高音域がかなり歯切れが良くて、ベルの音なんかも、10mm ダイナミックドライバ単発機では少し丸くなりがちなんだけど、そこもきちんと強烈に再現してるな。逆に、KZ や TRN などの20時期1ダイナミックドライバと比べると、サブベースは控えめ。ただ、ちゃんと出てはいる。全体的にスピード感があり、強調がわかりやすいバランスで、刺さりはなく、気持ちの良い音だ。この価格帯の1ダイナミックドライバとしてはかなり大当たりなのでは？少なくとも派手な音好きなら今まで定番扱いしてきたモデルよりも好みまであるぞこれ？ライバル、MT1 と比べると、高音域のベルや金属系楽器の引き立ち方で優位。中低音域あたりの深みは MT1 の方がいいかもしれないけど、全体的に軽やかで高音がくっきりと出るキャラクターとして、雰囲気がまとまっているので、これはこれでいいのかも。この手の低価格 10mm1 ダイナミックドライバ機は大体この帯域にやっぱ BA 欲しくなるんだよな。という感想になることが多いんだけど、LE1 は全くそういう印象を抱かせない。なんであの説明文でこんなにちゃんと音質いいんだよ。冗談みたいな説明は置いといて、普通に1ダイナミックドライバとしておすすめを聞かれた時に名前が上がるレベルの完成度だ。特に、中華イヤホン的な、派手、元気、楽しい、の路線を重視する人におすすめしたいな。似たような分離感を持つ、同価格帯のイヤホンに、CCA、CRA があるんだけど、あっちは CCA 君が出来上がった時にはしゃぎすぎて、超高音域ゴリゴリに出るようになったからゴリゴリに出したぞ。可能な限り、くらいの勢いで、一切の情け容赦なく妥協と限度のない高音域をぶちかましてくるので、そこまで強烈な高音域を求めていないなら、ラフティアーはそこら辺がまとまった一台となっている。さらにゴリゴリの高音域が聞きたい人には、ハイブリッドという選択肢もあるしな。驚くべきは、ハイブリッドモデルのバリエーションとして作られているのに、しっかりバランスとして完結してること。個人的にこの類の1ダイナミックドライバで、高音域が優しすぎる、と感じないのは、TRN の最近の1ダイナミックドライバモデル、MTK、CSK と、暴れん坊の CCA、CRA、そして LE1 くらいなんだけど、MT1 に近いバランスを持ちながら、低価格1ダイナミックドライバなのにめちゃくちゃ分離感が高い。どうしても、同じサイズのドライバー、同じ20時機回路、同じ装着感、と、横並びになりがちな低価格1ダイナミックドライバなんだけど、この手乗りケーブル可能モデルの中でもトップクラスにおすすめだな。D96S のインパクトが今のところ一番強いけど、あのサブベースの強烈さがない LE1 は、これはこれでしっかり落ち着いてずっと聞いていられる。でも高音域がくっきりと聞こえてくる良好なバランスに感じるぞ。空間表現は適正。狭すぎもせず、広すぎもせず、適度に音が広がって包んでる感じがあって、安心して聴ける音色だ、というわけで、信じられないことに、あの前振りと商品説明なのに、おすすめなんだ。LE1、レギュラーだしネタにすればいいか、と購入したんだけど、無事1軍ケースに収まることになった。むしろ、この LE1 の大当たりのせいで、残りのラフティアーも全部買った。現在は到着待ちだ。とはいえ、この価格帯のモデルとして素晴らしいのであって、あなたのお気に入りの1台を打ち崩せるとは限らない。ただ、打ち崩せる可能性があるレベル、とは言わせてもらうぞ。おすすめだ。
と、こんなところだな。いや、本当に音いいんだって。聞いた僕が一番信じられないけど、特にデジタル音源を聞く人にはマジで完成度が高い。あるいは、さっぱりとした音色で生演奏音源を聞くのにもおすすめだな。最近よく出てきてる2000円台おすすめラインに入る一本なので、怪しい中華イヤホンと聞いてワクワクする人におすすめだぞ。そんな感じで今回はここまで。